んこんにちは、さきです。本日のメイクは純欲メイクです。前にインスタグラムで一回このワンホンの中で流行っている純欲メイクを上げてみたんだけど、その時にすっごく高評価をいただいて、今日はそのメイクを再現していこうと思います。結構ね、純欲とは何かって感じの人もいると思うんだけど、インスタとか TikTok とか YouTube とかでも結構バズりつつある中国系のメイクっていうのかな、ちょっといつもと使うコスメの感じとか、チークの入れ方とかアイシャドウの入れ方とかハイライトの種類も全然違かったりとかするので、ぜひ最後まで見ていってほしいなと思います。今日のメイクはね、絶対写真で盛れるメイクになってるので、最後までよかったら見てみてください。それでは動画スタート。はい、それではメイクを始めていきたいと思います。まずは一番最初にこの日焼け止めを塗っていきます。このね、日焼け止めは私冬でも秋でも365日必ず日焼け止めつけるんだけど、ちょっと美容液っぽくなってる日焼け止めになってるので、ジェル状のタイプだから、この後につけるベースメイクが全く崩れないというか、すごいね、密着力が高くてベタベタするのが苦手な人にはすごくおすすめな日焼け止めです。ほら、こんな感じのジェル状なの。ちょっとセラミっぽい感じ。これは今年の夏ずっと使ってて、Twitter でも多分バズってたと思うんだよね。これプリンってした肌にしてくれるし、日焼け止め苦手な方でもすごくね、おすすめ。続いて使うのがこちらのイヴ・サンローランのプライマーですね。今日の純欲メイクのイメージだとワンホンっぽいイメージだと思うんだけど、マット肌なのかなって思ったので、この毛穴を埋め尽くしていこうと思います。これは全顔じゃなくて小鼻の毛穴と表面の毛穴を、結構でもこんな感じで毛穴が消えるからマットな、結構フラット状な肌に見せてくれるような感じです。これ結構なんかマッティーになってきたでしょ。この青ね、おでこの真ん中のところ。今日の下地その2はエスポアのやつ。これはちょっとピーチ系のやつで、前にも多分 YouTube で紹介してるんだけど、こんな感じのちょっとピンクトーン系の下地になります。純欲メイクはちょっと赤ら顔っぽい感じのイメージかなと思ったから、ピンク系のベースに仕上げていきます。カバー力っていうカバー力はないんだけど、肌を白く見せてくれるので、とってもオフの日とかにおすすめです。ある程度全部終わったら、何もついてないこのスポンジでちょっと軽く余分なものをオフしていきます。ちょっと今顔だけさ、すごい白くて首と色合ってないんだけど、馴染むでしょうということで。次に使うベースがこの2つです。ネイミングとジベルニーのリキッドファンデ。これは撮影の時にこのセットで私は使うことがすごく一番多いファンデーションです。こっちがね17号で結構明るめなタイプで、こっちも17号だ。両方17号なんだけど、結構ねこのネイミングの方が真っ白な感じのイメージで、こっちがマットでこっちがちょっと柔らかいような具合のリキッドファンデで、これだけだと結構硬すぎてマットすぎちゃうから、こっちも足してちょっと柔らかく仕上げていきます。こんな感じで混ぜます。小粒がジベルニー、ベースはほとんどこのネイミングの方使ってます。色はこんな感じです。結構ね、ファンデーション系はね、クッションファンデだと17号があんまりないので、だいたい19号を使うことが多くて、リキッドファンデ系だとなんか夕方とかになってくるとちょっとこう顔もくすんできちゃうから、それも見越して17号19号をメインで使うことが多いです。ほんの1回塗っただけでかなり綺麗なね肌になるの。小鼻周りのね毛穴をこう上に埋めていくイメージで、おでこはねどうせ前髪で隠れるから割と結構適当な感じで、今1回だけ全体塗ったんだけど、ここからもう1回頬の部分にだけ足していきます。こんな感じかな。結構綺麗なつるっとした感じに仕上がったかなと思います。コーナー、今日は2種類使います。まずはこっちのコスメデコルテ、鼻と T ゾーンに、あとはこのフェイスライン。今この T ゾーンとフェイスラインにだけ塗ったんだけど、このエスポアは最後の最後の仕上げの時にまたお粉使っていくので、後ほどまた使います。で、眉毛はデジャビューを使っていきます。
そんなに特に変えないかな。ここはいつもとキャンメイクのアイブロウパウダーの真ん中のピンク、ここら辺ちょっと赤みをつけます。赤みメイクをするので、ある程度ポイントに赤みを入れとくことですごい馴染みやすくなります。あとはね、最近やってるテクニックで、これ普通のアイライナー D アップっていうところのジェルアイライナーなんだけど、これをここの部分こんな感じで縁取ります。ここだけ綺麗に濃くなってれば眉毛ってすっごい綺麗に見えるので、ここだけ濃くするイメージ。あと私ね、目がねちょっと近いっていうか、どっちかっていうとこう外に見せたいので、眉間のここの部分を濃くしちゃうとすごい顔が寄って見えちゃうから、外に濃く見せてあげるのが遠心顔になれるというか、急心顔で悩んでる方はすごいおすすめかもしれない。ブラシで溶かすと馴染むのと、後で眉マスカラするから割と濃くやっちゃって大丈夫かなと思います。シェーディングはウェイクメイク、結構しっかりめに今日は入れてきます。鼻先を V の字に、最後にパウダーするので、多少濃くても大丈夫でしょうということで、思い切ってやりましょう。ちょっと力でできたみたいになっちゃったかな、若干。まあ後で修正しましょう。で、ここの口の下円柱、あとはこの生え際、おでこ狭いのにそこやるんかいって思ったあなた、丸くするだけです言われるのよ、コメント欄で。おでこ狭いのになんでシェーディングしてんのって言われるんだけど、丸く見せてるだけだから。狭くしてるわけじゃなくて丸く見せてるだけ。この丸さが女性らしい。あとなんかおでこ狭くてちょっと私悩み抱えてるんじゃないかなみたいな、こう共感しましたって言ってくれる人すごい嬉しいんだけど、私決しておでこの狭さに悩んだことは人生で一度もないの。全然むしろ気に入ってるのよ。もうこの今のさ、私の顔の配置でさ、結構おでこさ広かったらワーオって感じになっちゃうじゃん。だからね、全然いいんだけど、なんかちょっと私がコンプレックスに思ってるのかな風な感じのコメントがよくいただくことが多いんですけれども、大丈夫ですのでご安心くださいまし。次は早速アイシャドウに入らせていただきたいと思います。みんなが試せるように今回使うのはドンキで買ったやつ、アンリアルっていうところのパレットです。これの多分ここチークで使うやつだと思うんだけど、ちょっとこれだけだと明るすぎるので両方混ぜます。こういうちょっと赤みピンク系の色味です。大胆に塗っちゃって大丈夫。これも横に広く塗っていくイメージ。純欲メイクってさ、もう流行ったからやってみたんだけど、純欲の本来の本当の意味分かってないくて、昨日調べたんだよね。少女のようなあどけなさを残しつつ大人の色気を醸し出しつつ、むずくないって思ったんだけど、どっちってなったけど、童顔だけどセクシーみたいな、そういう感じのニュアンスかなと勝手に私は汲み取ったので、そういった感じのテンションでメイクをしていこうと思います。むずくない、両極端じゃないとか思ったけど、両方兼ね備えてる美女ということでやっていきたいと思います。私斉藤咲このまま今のテンションで上まぶたと一緒で下も囲っていきます。結構ね、下に重心がなんかあるイメージとあったので、下は結構濃いめに涙袋全部塗っちゃうぐらいの感じ。結構このさ、純欲メイクって多分写真映えするようなメイクだと思うんだけど、アプリとかカメラのねあれに負けないようにちょっと濃いめにで、続きましてこのねちょっと赤い色があるの。この赤と逆にこっちのくすみピンクを混ぜた感じで、このね目の際らへん、下まぶたの本当にくしゃって笑ったら分かんなくなるぐらいの、本当目の際ぐらい結構わかるよね、こっちとこっちで。ワンホンの皆さんはここら辺もやってたんで、結構目頭側もしっかりめにやっていっちゃおうということで、こんな感じになりました。決してふざけておりません。次がちょっとまた違うパレットなんだけど、前にブルベ夏メイク、あんた絶対ブルベ夏メイクじゃないからってすごいコメント欄で言われたブルベ夏メイクの時に使ってたやつの違う色そのパレットの違う色バージョン、ちょっと差しカラーがこのパレットにはねございませんでしたので、こっちで差しカラーをしていきたいと思います。ちょっと濃い2色を取っていきまして、上まぶたの目頭にちょっとアイラインっぽい感じで入れ切っていきたいと思います。で、余ったやつでそのまま涙袋も一緒に
描いちゃいます。あんま普段涙袋描かないんだけど、どでかい涙袋をね強調していこうと思います。で欠かせないのがこういうやつをこことまたここで作っていこうと思います。細めのブラシの方がいいかな。目尻らへんから平行に。ちょっと今日うまいんじゃない？すごいね、このメイク現代のメイクだからさ、これがすごい本当に目も大きく見えるしいいけど、多分本当に明治とかの人はびっくりしちゃうよね。こんなところにこんな入れ方するのと思って、もし自分が明治生まれだったら多分絶対びっくりする。令和に対して時代ってすごいなって思うんだけどさすがスタッフさんが笑いすぎてて、そんな面白いこと言ったかしら私。でラメですね。今日絶対欠かせないのはラメです。これボビー・ブラウン。これはねラメ界でねキングオブトップだと思う。このラメは、これをいつも目頭側にやるやつはクリオのハイライト使ってるんだけど、ちょっとねラメっぽいのを全体的に使っていこうと思うので、これここいつもよりねちょっとラメ感というかつぶつぶ感が多い。このラメはかなりね濡れ感がある感じというかギラギラって感じ。さっきのボビー・ブラウンをこのまずね上まぶた、これ、ね、奥のラメはこすっちゃダメなの。ギラギラぬるぬる。こう目開けた時の上まぶたらへんに中央に下まぶたにもラメ塗るんだけど、下まぶたは指じゃなくてこういう細めの平ためのブラシ、あとオクヒーっていうこういうラメ用の専用ブラシ、どちらかで塗ります。今日は細めに塗りたいのでこっちのタイプ使います。結構ラメ味が強い感じの細く引いてあげた方があどけなさっていうか可愛らしい感じになると思います。でここからねラメはまた後でねハイライトで足していくので、まずはアイメイクを進めていきたいと思います。眉毛に使ったやつジェルライナー、これもブラウン、結構ねオーバーめに塗ってます。こんな感じです。チークはねここの色使います。ちょっとね上目というかこういう感じで横長上目って感じ、徐々にこの上につなげていくイメージでやっていきます。いつもは多分ここでポンポンポンってやったら終わりなんだけど、ちょっとこういう感じで目の周りにも明るみを足すイメージでやっていきます。カメラだとすっごいナチュラルな感じなんだけど、生で見ると結構びっくりするぐらい明るいね。だいたいいつも YouTube って撮影し終わった後にそのままオフィスに行って仕事をするんだけど、たまにねオフィスに行ってねびっくりするの。うわドヒャーって思うんだよね。メイクが濃すぎて。で鼻、このね鼻先ピンクもさ多分明治時代の人はびっくりすると思う。絶対風邪ひいたんかって寒いんかって思うと思う。ちょっと真ん中をねあと顎、ちょっと真ん中だけこれのこのピンク出します。結構でもチークがポイントだよね。チークとアイメイクがポイントだよね。ハイライトに移ります。ローラ・メルシエのやつを眉間のところに塗ります。でそんでもってじゃじゃん、こちらのハイライト。このハイライトがこれアイシャドウなんじゃないってぐらいラメが細かいの。こんな感じでラメ、こんな感じのラメ感です。これをね指に取ってこほらほらすごくない？このハの字、ここの眉間、ここの眉間はちょっと細めに、結構ギラギラしてるから細めに入れるのと、鼻先、この純欲メイクしてる人たちのハイライトはハイライトじゃない、もうラメをつけてたの。全部にラメ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 って感じだったので、私も見習ってラメをつけます。もうほぼラメ、すごくない？でもトゥルントゥルンになる。でここにもこのラメ、ギランウルウルって感じ。ラメ系は指で塗るのがすごくおすすめです。本当にギランギラになるの。口のところね、かなりギラギラになったんではないでしょうか。みんな悩ますからってどのタイミングにするの？私最後の方なんだけど。でシェーディングね、このアンドビーのやつがもうね使いすぎてねないの。本当はこれを使いたいんだけど、こっちのメイクを使います。シェーディングは結構もうどぎつく塗ってるイメージ。
顎は尖らせます。尖らせられる限り。まつげはつけまつげをつけていきます。ただパパカンメイクをご覧ください。はい、こんな感じでまつげが完成しました。今上だけねまつげつけてる状態です。そしたらリップに移っていこうと思います。リップはまず最初に縁取りというかちょっとシェーディングをしていこうと思います。これねディアナリアのアイシャドウ買ってきます。でこの口のここ、ほらだいぶぷっくりしたでしょ。と下ちょっとだけ口角、だいぶこれだけでもねぷっくりする。これもディアダリアのリップです。これね私お気に入りで2本目で、ちょっとつけたら手でぼかしていきます。中央部分が一番濃くって外側にぼかしていく感じ。これはロマンドの、これね本当は透明だったんだけど他のリップついちゃった。すんごいのこの塗り感が。これ中央にこんな感じかな。で最後この粉を塗っていきます。これはねセッティングパウダーだからちょっとこういう感じになってます。これを人間味をなくしていくっていう、これもねかなり陶器肌になれるやつ。なんか純欲メイクってなんか固形のこのハイライトとかなんかラメとかでキラキラとかを作って、その他の肌はマットっていうイメージがあったので、ここら辺のお肌はマットに仕上げてあげてふんわりさせて、ちょっとポギー肌っぽい感じに仕上げてラメ感が目立つようにしてあげるとより可愛いんじゃないかなと思います。こんな感じでね、一応ねメイクはねこれでね完成って感じになります。これでちょっと髪の毛をセットしてこようと思います。こんな感じでメイクが完成しました。髪の毛はねちょっとねこうハーフツインみたいな感じでリボンをつけたのと、あと前髪もウェッティにしてみました。で今日のメイクの一番のポイントはちょっと赤みピンク系のメイクっていうところが一番ポイントかなと思います。あとはラメだね。ラメと赤みピンクっていうところを使ったこのパレット一つで、大体アイシャドウはこれで仕上げてるのと、あとラメとかここのハイライト、私はこれ9点で買ったんだけど、これも結構ざっくりハイライトなのですっごい綺麗になるんだけど、別にこのラメでも兼用できちゃうかなと思うので、このパレットで純欲メイクができるかなと思います。ということで私なりの純欲メイクいかがでしたでしょうか。本日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。